この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。そりゃ驚くよな。ちょっと待ってね。なんか改善できんかな。これスムーズにしたのが悪かったんかな。オートモード進行速度一番遅くしても、あれは変わらんかったもんな。無理か。バックグラウンド不透明度。ノベルシーンの時が、なるほどね。不透明度、これはこれでいい。ビジュアルシーンの不透明度、これでよし。もうこれしかないんか。しゃあない。翻訳組申し訳ない。そりゃびっくりするよな。小木曽刹那です。今日から軽音楽同好会に入部させていただくことになりました。どうかよろしくお願いします。飯塚拓也、一応ここの会長。あなたが飯塚くん？いろいろと噂は聞いてます。なんか下の不純な噂っぽいけどな。ごめん、とんでもない耳汚しを。ちょっとこっち来い、春樹。こら、ネタじゃねえか、怒るなよ。だから伸びるって、おい。ごめん、小木曽、ちょっとここで待ってて。なるべく早く戻ってきてね。どうした？顔色悪いな。ほんの少し俺を引きずったくらいで、竹谷は顔を真っ青にして荒い息を吐き出した。お前な、この前の教訓何も生かしてないだろ。教訓を生かすべきは竹谷の方であり、俺には別に何の落ち度もなかったはずだぞ。それに小木曽の場合、前のことは意味が。ナンバー2誘致で失敗したところにナンバー1持ってくるやつがあるか。違うんだけど、説明に時間がかかりそうだな。お前、こういう話題先行型は嫌いだったんじゃ。友の時だって散々文句垂れて。そんなんじゃないって。彼女はだな。見返りはない。こっちが頼み込んで出てもらうことになったの。お前がどうしても穴開けたくないって言ってたから。今週あたりから諦めムードじゃなかったっけ。俺の仕切り癖を知ってて俺に振るお前が悪い。なんか今までの欲のなさが欠けてるぞ、お前の声。悪いかよ。他人にリズムで追い込まれることがこれほど不愉快とは思わなかった。今度から少しだけ思いやりを持とう。なんだよその目は。そりゃ確かに俺だってありえない展開とは思うけどさ。でも現に俺が誘って小木曽は受けちゃったんだよ。そこにいろいろと深い事情はあるんだけど、他言無用だからこれ以上説明できないんだよ。だからさ、竹谷、でかした。お前納得したけど理解してないだろ。まるで共振者の慈愛あふれる微笑み。いつも俺に女の子を紹介する時の表情だ。春樹、お前本当に目覚めちまったんだな。なんていうか、娘を嫁がせる父親の心境だよ。今まで長い間お世話になってないから。初挑戦がエベレストなのはどうかと思うけど、そこに2つ山があるから仕方ないよな。年相応の下品な冗談はやめてくれ。それに俺の見たところ奇跡的に脈ありっぽいし。お前一体いつの間に俺の技を盗んだ？何度も言うけどそういうんじゃないから。ただ純粋にステージに穴を開けたくなくて。お前の言う通り
学園最後の思い出作りだし。じゃあ俺口説いていいの？今度ぶち壊したら殺す。ごめん、お待たせ。俺がいろいろと噂の飯塚拓也。こいつと同じギター担当。歓迎するよ、せつなちゃん。で、いいよな。よろしくお願いします。よくない。さん付けで呼べ。小木曽さんと。いきなり握手に下の名前。俺が1週間かけてできなかったことをたった3分で。まさか君が参加してくれるなんて奇跡だ。助かる。本当にピンチだったんだよ、ボーカル。学園祭盛り上げていこうな。ご期待に添えるかは分かりませんけど、カラオケでしか歌ったことないし。そんなの全然 OK。 何しろまだ一月もあるんだ。これから練習してけば余裕で間に合うって。そう、まだ1ヶ月もある。ベースを見つけて、ドラムを見つけて、できればキーボードを見つけて曲決めて練習して、その他諸々の問題を解決するには十分な時間だ。どこが？改めてこれからよろしく。それと、はい？こいついいやつだからお願いだから捨てないでやってな。バカ、カバの、次が差別用語だと気づき、これ以上発言ができない。いい人ですよね、北原くんって。本気でそう思います。バカじゃないのの次があまりにも恥ずかしくて、これ以上の発言ができない。師匠って呼んでいい？まだ娘と呼ばれた方がマシだ。やっぱり男の子同士の遠慮のない会話って面白いね。自分が寝たふりしたくせに受けてるし。じゃあ練習始めるから、小木曽は今日はひとまず見学ってことでいい？これ以上このまま会話を続けると、いろんな意味で俺の寿命が縮んでしまいそうだ。あれ？そういえば何？今日はピアノの人はお休み？は？ピアノ？だからやめとけって、春樹。無駄だって。けどこのままじゃ同好会が、学園祭が。ピアノのやつね。悪い、言ってなかったな。今日は具合が悪くて早退だって。胃腸風邪らしいから2、3日したら復帰すると思う。出てきたらちゃんと紹介するから。言っちゃったなこいつ。見え張るお前が悪いんだろ。正直に言っちまえばよかったんだよ。うちは初めからピアノなんかいないって。ついでに今はベースもドラムも何もかもいないってか。逆ギレすんなよ。春樹らしくもない。すまん。いや、まあ恋する男は100万馬力なのかもしれないけど。なんとでも言え。今の俺に皮肉は通用しない。けどそうやってずっとごまかしてるとどんどん引っ込みがつかなくなるぞ。そうなると、あとはそのイメージを守るために見栄に見栄を重ねて。そっか。今俺のしてることって2年前から小木曽がずっとしてきたことと同じだな。相手に気に入られたくていい顔して、向こうの勘違いをそのまま放置して、どんどん追い込まれていって。着いた。
音楽家。だからって今小木曽に本当のことを言って彼女のモチベーションを下げるなんてとんでもない。彼女があの時思わずあの歌を口ずさんだのは下手くそなギターのせいだけじゃなかった。そんなつっかいつっかいの主旋律に完璧に合わせた流暢なピアノがあったからなんだ。おい、本当に音楽家のやつらに頭下げんのかよ。俺は嫌だぞ。竹谷は降りてもいい。けど今となっては例の松川君に頼むしかないんだ。第二音楽室の主。こっちのどんな演奏にも即興で合わせてくれる完璧なピアノ。ギターしかいない俺たち軽音楽同好会にとってその実力は喉から触手のついた手が、出てくるほどで。ちょっとごめん。松川君っているかな？誰もいない放課後の教室に俺のため息が盛大に響く。身も心も疲れた。もう音楽家の連中とは口利かん。なんであんなにプライド高いんだ奴らは。俺の熱意あふれる音楽家アタックは結局竹谷が予想した通りの結果に終わった。にしてもどうなってんだ？第二音楽室って誰が使ってんだよ。いや、予想をはるかに下回る成果だったかもしれない。九段の松川くんはすぐに見つかった。待てよ、ごめんね。九段の松川くんはすぐに見つかった。痩せギスで、長身で、度の強い眼鏡をかけた随分と神経質そうな外見の男子だった。でもちょっとだけ話してみただけで俺のその第一印象はまるっきり正確を得ていたと、痛感させられた。松川は俺の申し出を聞くなり散々軽音楽同好会のことをバカにした。やれ計画性がないだの無謀だの、素人の浅はかさに呆れるだの、どうせうまくいくはずがないから参加を取り消せだの。それでも幾度も飛びかかろうとする竹谷を抑えて粘り強く交渉を進めたのは、性格はともかくあのピアノに見せられたからだったんだけど、なのに最後あの野郎はあろうことがこう言い放った。とにかく僕は第二音楽室を使ったことなんかない。うちのクラスであそこを使う人間なんかいない。あんな不愉快な場所寄りつくはずもない。飛びかかろうとする俺を竹谷が一生懸命羽がいじめにしたっけ。そういうことなら最初に言えよ。そしたらあっさり引き下がったよ。これじゃあ俺罵られ損じゃないか。というわけで振り出しに戻ってしまった第二音楽室の主探し。ただ一つだけ得た新しい情報は、音楽家の人間は第二音楽室を使わないという事実。実際松川の野郎以外に誰に聞いても第二音楽室なんか使ってないの一点張りだった。ああ、つまりこっち側普通科の人間ってことか。確かに H 組の隣にあれだけ広い第三音楽室があるし、わざわざ普通科側の音楽室を使う理由はない気がする。音楽家の人間は、普通科専用だと言い、普通科の人間は音楽家専用だと思い込んでいた第二音楽室。しかも
第二音楽室のことを聞いてきた時の音楽家の連中の態度も気になる。なんだかやけに触れたくない話題のようで、気まずそうに目をそらしたり、関わり合いになるのを恐れたり。音楽家の連中があの教室を使っていないのは事実としても、それでも何かを知っているような気がする。奴らの態度に謎を解く鍵が？待てよ。誰も使ってないはずの音楽室、鳴り響くピアノ、そして口を閉ざす生徒たち。学校の七不思議。まさか。第二音楽室の主って、もしかしたらもうこの世には。ねうわあ？おお、そういえば、なんか、人の気配があったけど。なんだよ、驚かすな。怒るな。いや違う、すまん。勝手に驚いた俺が悪い。帰る。待てだから悪かったってば。お隣が向こうから話しかけてくるなんて月に一度あるかないかってのに、そんな千載一遇の機会を自分からドブに捨ててどうする？そういえば数日前、向こうから話しかけてくれたのに思いっきりスルーしたばかりのような。まずい。どうしたんだこんな遅くまで。部活入ってたっけ？そっちこそ。俺？今日は下手くそなギター弾かないの？音楽室は週に2日しか使えないの。弱小同好会だから。下手くそ。そんなんで学園祭大丈夫なんだ。言うねえ。っていうかなんで知ってんの？順調だよ。ボーカルだって見つかった。ボーカル。聞いて驚け。なんと聞かないから驚かない。ああ、そう。そう。なんだろう。こんなに長話したのは数ヶ月ぶりなのに、どうしてここまで話が弾まないんだろう。数ヶ月ぶりのコミュニケーションだからか？で、ベースは？え？ドラムは？あれ？ギターとボーカル以外のメンバーは？こんなに長話をしたのは数ヶ月ぶりなのに、どうしてここまで悲しくなってくるんだろう。というか、近しのやつ余計なこと。いくら関が前後のよしみだからってバラしていいことと悪いことがあるだろう。情報源はやつか。そんな風には見えんけどな。男の涙目は可愛くない。大丈夫だよ。大丈夫なんだよ。俺にはもう一つの秘密兵器があるんだ。ついさっき亡くなったばかりな気もするけど。へえ、それは行幸。どんな人？どうでもいいだろどうでもいいんだ。いつもはこっちから話しかけてもシカトしまくりなくせに、人が落ち込んでる時だけわざわざ話しかけてくるなよ。ああ、それは悪うございましたね。からかうだけなら帰ってくれ。俺はもうしばらく一人でいたいんだよ。そう。そうなの。はい、さよなら。お疲れ様。シュッシュ。いつもの冷たい視線が今日はさらに凍てつく波動をまとっている気がして。さよなら。教室の扉はあれだけのダメージにかかわらず、なんとか元の形を保ち、そしてその揺れが収まった時、やっと教室に俺の求めた静寂が訪れる。小学生のガキですか、俺は。
またしても新たな悩みの種を増やしつつ、久しぶりにやっちまった。どうもお隣とはコミュニケーションがうまくいかない。小木空と呆れるくらいになぜか話が弾むのに。3年生になって初めて同じクラスになった。それまでは恥ずかしながら存在すら知らなかった。どうにもつっけんどんな態度が馴染めなくて、向こうも俺の干渉しすぎる態度が気に食わなくて、最初のうちは結構衝突したっけな。けど今はそんなきっかけもあって進展したと思ってた。少なくともぶたれたりせずに、ただ鬱陶しがられるだけくらいには。俺がいい関係でありたいと願う数少ない男以外なんだけどな。小木曽のこともあるし、今にして思えば俺って相当面食いなのかもしれないな。とても当たり前のことだけど、目が覚めたことで自分が眠っていたことが分かった。精神的に来るイベントが2つ連続で重なったせいで、身も心も本気で疲れていたらしい。大きく伸びをして脳に空気を行き渡らせてからゆっくり教室を見渡す。と見事に自分以外の人間がいないこの場所は、さっきよりも随分と夕闇に侵食されていた。時計を見るとなんだかんだでもう5時を過ぎてる。結局いつもの練習時間まで居座ってしまった。帰ろう。あまりにも無駄な一日だった。意味もなく罵られ、振り出しに戻り、最後には無駄な喧嘩まで。結局第二音楽室の主の手がかりはつかめないまま、しかも3人の音が重なった日以来、ピアノの音色は途絶えたままで。もしこのまま彼が二度と第二音楽室に戻ってこなかったら、3人の音が重なった日以来、ピアノの音は途絶えたまま。今鳴ってたよな。でたった今鳴りやんだよな。しくった起き抜けでぼーっとしていた頭が流れるような旋律をスルーしてしまっていた。あまりにもプロフェッショナルな演奏だから、街中で流れている BGM のように聞き流してしまっていたのかもしれない。言い訳すんな俺。などといろいろ語卓を並べてみたものの、致命的なミスを犯したのは、動かしがたい事実で。扉を開けた瞬間は全然気がついてなかったけれど、実はこの第二音楽室の鍵が開いていたのは今日が初めてだったりした。開いた窓から吹き込むちょっとだけ冷たい風。その風に吹き上げられ、窓にぶつかりパタパタと音を立てるカーテン。そして教室の真ん中に堂々と鎮座するグランドピアノ。けれどそこには予想通り誰もいない。これがいつも俺のギターに寄り添ってくれる分不相応なパートナーか。ほんのついさっきまでいつものように軽快で重厚で、流麗で頑固な音を奏でてたのか。今日は役日だ。音楽家の松川に意味もなく罵られ、第四音楽室の主の創作は振り出しに戻り、
そしてお隣さんとは無駄な喧嘩まで。とどめに第二音楽室の主の尻尾をつかむチャンスを自らのポカで棒に振ってしまった。いける。だけどそのポカを経て最後の最後の最後にたった一つの雲の糸をつかみ取った。今度こそ会える。会ってみせる。ここ数日沈黙を続けていたこの第二音楽室のピアノが鳴った。だからもう一度チャンスが到来した。相手は学園七不思議のピアノ幽霊なんかじゃない。自分の練習中には厳重に鍵をかけるくせに、帰る時には施錠どころか窓を閉めることすら忘れる用心深いくせに無頓着な人間だ。来た。ちょっとごめんね。一個だけあげ。ああ、やっぱいいわ。ああ、来たな。第二音楽室の主を寸出のところで取り逃がしてから丸1日。俺の予測通り彼は、昨日から日々の練習を再開したらしかった。隣に行ってくる。俺の身に何かあったらフォロー頼むな。そりゃあいいけどさ。じゃなあ、春樹、隣に行く前にもう一度自分の格好を見つめ直す気はないか？それを言うなよ。せっかく決心が固まったところだったのに。竹谷のその一言のせいで見たくもない自分の腹回りに目がいってしまう。体育倉庫からくすねた綱引き用のロープにくくられた自分の胴体が眩しい。ロープの反対側は教室の柱にしっかりと固定。完璧だ。どうやって？最初に長さを測った時はここの高さより十分すぎるほど長くて見事に命綱の役割を果たしてなかったけど。痛いぞ、今のお前。やっぱそう見える？開けてくれないってんなら出待ちすりゃいいじゃん。なんでわざわざ窓伝いに？そんな当たり前のアプローチじゃ首を縦に振ってくれそうになくてな。何しろ相手は今までのことを考えても自分の演奏中の姿を誰にも見せる気がないらしい。まず間違いなくかなり気難しい人間だろう。少なくとも俺とセッションしてくれるくらい変わり者であることは間違いないわけだし。そんな相手に正攻法で行ったところで望み薄。何らかのインパクトを与えこっちに興味を持ってもらわないと勝ち目がない。それに若いうちのバカは買ってでもしろって言うだろ。そりゃ言うけどさ。言わねえよ。日本人のくせに日本語の使い方間違えるな。お前嫌なやつだな。それじゃあ今度こそ行ってくる。ロープ見ててな。気をつけろよ。こんなことで怪我したら本気でバカバカしいからな。竹谷の温かい励ましを背に窓のこれなんだろう。窓のなんだこれ。桁か。窓の桁に足をかける。橋桁とかの桁かな。よっと。隣の第二音楽室の窓まではおよそ2メートル。まずは教室と教室の間にある雨どいに移り、そこを新たな足場として向こうの教室に
教室の窓に飛び移る。距離的にも強度的にも問題ないことは何度も確認した。人並みの運動神経があれば余裕のはず。もしダメだったとしても命綱が安全を保証してくれる。だけどそれは3階の窓から下を見下ろさなかった時の想像での話だよな。思ったより高いな。壁硬いな。しかもざらついてるな。いくら命綱があっても、もし手が離れたら全身ずるむけだな。気合を入れ直し、恐怖心を忘れるため目を閉じて雨どいに手を伸ばす。と、資格なしでこんな真似をすることの命知らずさに戦慄し、しっかりと目を見開く。よし。まず雨どいに手をかけて、そのまま足も一緒にかける。まずは一歩を踏み出すことに成功。次。雨どいに全身を預けた時の嫌なきしみ音を聞かなかったことにするため、息を整える間もなく隣の教室の窓に手を伸ばす。いつものように窓を開けておいてくれたから、なんとか窓枠に左手をかけることができた。もうちょい。窓枠にかけた左手を引き寄せ、左足も窓枠に引っ掛ける。あとは雨どいに引っ掛けてある右足を思い切り蹴飛ばし、そのまま窓から部屋へとなだれ込むだけ。待ってろよ、第二音楽室の主。最後の目的地を見定めるべく窓の中を覗き込んだ時、教室の真ん中のグランドピアノが目に飛び込んできた。昨日誰もいなかったその場所には、当たり前といえば当たり前なんだけど、彼が腰掛け一心不乱に両手の指を動かしている。いや、当たり前じゃなかった。彼じゃない。ここから見えるのは彼の後ろ姿だけ。黒く艶やかな髪が背中でふわりと舞う。その体は思ったよりもよっぽど小柄だった。けれど指先だけでなく全身で躍動しているかのように生き生きと鍵盤を弾く。線が細く顔も小さく、何よりその横顔の白さ。けれどそれらのか細いイメージを一掃する俺の耳を叩く力強い旋律。彼女だ。いつの間にか男と決めつけていたけれど、そんなの何の根拠もなかったことを今更思い知らされる。しかも彼女はそんなバカな。こらそこ、何をやっとるか。彼女の顔を確かめようとさらに一歩踏み出そうとした瞬間、あ、春樹。俺のいくつの校則を違反しているか定かではない行為は、とうとう校内で叱るべき責任を持つ人たちの知ることとなり、誰かまた持ってこい。そして今回のミッションで想定し得る最高の結果は、今ここに不可能と最低額だった。嘘だろ。命綱はまだ役に立ってはいなかった。足を滑らせた瞬間、なんとか両手を必死で伸ばし、そのまま窓枠にぶら下がることに成功したから。だからあとはこのまま懸垂の要領でぐいっと体を持ち上げ、華麗に教室に踊り込めば。嘘だろ。
捕まっているのが鉄棒だったらそれもできたんだろうけど、指先だけが窓枠に引っかかり、腕全体の力を集中させることができない。そして何よりも今は俺が一番混乱していた。お前だったのか。竹谷の呼びかけも下での騒動も何も耳に入っては来なかった。だって落ちる寸前にとうとう俺の視界に取られた彼女の正体は、あのピアノお前だったのか。すごいスッとどうしたみたいな顔で見とくけど、トーマ。まあお察しの通り、あのピアノの主は、この子になりますね。第二音楽室の主、放課後のお隣さんのこれが正体。北原、何やってんのよこのバカ。3年 E 組、東間和沙。俺の授業中のお隣さん。